いいぞ。はい、これかな、どうかな。はい、ババンババンバンバアニバニバニバババンババンバンバアニバモモババンババンバンバアニバニバニバババンババンバンはい、リバモモはい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリとおやつのカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさんで画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。もうないよ。こっちにいっぱいあるよ、ゆりたん。ね、そこに執着しておりますが、赤いお皿にいっぱいありますよ。ゆりたんの大好きな赤いお皿にいっぱい入ってるっつってるのに。頑固だな、猫はな。何が違うんだろうね、普通のカリカリとおやつのカリカリさ。おやつのカリカリだとこうやって食いつくのな。トッピングがなかったわけよ、今日ね。鰹節がなくて。でね、夕飯のカリカリちょっと多くあげちゃったんで、それが残ってたんで、ね、だから残り物だと猫来ないだろうなと思ったんだけど、トッピングの鰹節がないからさ、どうしようかなと思って、で、そうだ、おやつのカリカリもらったよなと思ってさ、それをちょこっとな、振りかけてやっただけなのにさ、この食いつきよう何なんだろう。何が違うんだろう。はい。で、一日以降、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースっていうかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。
ジャスティース。たまちゃん、ジャスティース。今日は氷を入れた冷たい水でございます。そういえばすっかり塩入れるのを忘れてるな。もうずっと水でしか飲んでない。塩ね、冷たい水だと溶けにくいだろうと思ってね。そうするとなんかめんどくさくなっちゃって、すっかり塩を使わない生活になってしまったな。さっきさ、これなみなみっていうかさ、溢れるほどお水入れちゃってさ、やりすぎたっていう感じだったのね。たまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。カニタンさん、ジャスティース。こんばんは。ありがとうございます。ヨッシーさん、ジャスティース。ありがとうございます。ライブ始めてみたはいいけれど、今日は話のネタがどうするたまちゃん。どうしますねえ、今日は沼津に行った動画をひたすらね、もう今日中に絶対に仕上げると思って、さっき終わったところですので、3日かかったな、みたいなね、さっき終わったところですので、今日は話のネタがあまり見当たらないぞ。どうするよしさん、ゆで卵作りましたか？作ってないです。卵がありません。みたいだな。で、そうか、今日一応スーパー行ったんだな、そういえばな。そのメルカリで、1ヶ月で1万売り上げるチャレンジをやってるんだけれども、で、今日はね、2個売れたんだよね。なので、それを、発送するのがあったわけよ。で、初めてさ、あの、U、U、パケットポストミニだったかなわかんないんだよ。もういっぱいあるからさ、わかんないんだよ。何が違うのか全然わかんないから、なんか今までのね、やり方でしかずっとやってなかったんだけど、そのクッキーの方が、なんか他の人がね、何で発送したよっていうのが最近出てくるんでさ、それで行くと、U パケットポストミニだったかなっていうのでね、なんか発送したらしいっていうので、じゃあね、新たに取り組むかっていうことでさ、で、どうやらその袋は郵便局に行かないと買えないみたいだったので、昨日、一昨日だったっけ、まだ夕方だから今だったら間に合うと思って買いに行ってきたわけよね。で、早速クッキーの方が売れたんで、それの出番が来たわけよ。来たなと思ってさ、初めての U パケットポストミニかな。で、ね、袋入るかしらなんて思って、まあ入ったんでね、入ったと思ってさ。で、大体でもポストに入んないとダメなんだよね、と思って、いや、ポスト入るかなと思ったんだけど、入ったんで、あ、今よかった。よかったみたいなね、入るんだと思ってさ。でね、一回やると、もうほら、やり方わかるからさ、ハードルは低くなるっていうのかな、ハードルなくなるじゃんか。で、行くと、その U パケットポストミニだかなんかのその郵便局でしか買えない、封筒っていうのかな、が20円なわけよね。20円で、送料が160円なので、合計して180円で送れるっていうことなんだよね、それだと。で、今までやってた匿名配送だと、ね、なんだっけ、ファミマ、コンビニ、コンビニが出てこなかった。コンビニに持ってって、でね、発送するっていう感じなんで、じゃあコンビニに行かなくていい、店員さんの手を煩わせなくていい、機械でポチポチする必要がないでね、それ使われてる時は後ろに並ばなきゃいけないんで、並ぶ必要もないし、で、しかもそれだとね、送料が210円だったかな。ってことは30円安く送れるってことだよなと思って、まあね、いくらか安くても大差ないから、もう別にいいやってさ、諦めモードでね、今まで同じ発送方法でやってたけど、
なんか一回経験しちゃうとな、楽だし、ね、安く売れるんだったら、それのがいいじゃんと思って、ただ今まで使ってた封筒全部いらなくなるのかなと思ってさ、って思った。で、調べてみたんだよね、改めてさ。そしたらどうもその専用の封筒じゃなくてもさ、ラクマで商品が売れた時は、なんかシールがあったんだよね。で、私はそれはラクマ専用のシールだと思ってたんでさ、そのシールを貼って、で、封筒にね、入れて、で、ポストに投函でね、その U パケットポストミニっていうやり方と同じようなことをさ、楽まで売れた商品に関してはしてたわけよね。で、それと同じかと思って、そしたら逆にこっちの方のが楽よねと思って。で、しかもこっちの方が安いのかと思ったらさ、じゃあもう今後はこれだと思って、で、シールはあるからさ、で、封筒もあるからね、貼ればいいってことだもんね、と思って。これが何？ラクマだけじゃなくて、なんだ、メルカリでもできるってことかと思って。確かにな、購入してさ、送られてくるものって、だいたいその U パケットポストミニっていうのかな、袋にね、そのシール貼られて送られてきたりとかするんで、で、これどういうことなのかなって思ってたわけ。今までそれさ、ラクマのシールだと私は思ってたからさ、ラクマ以外でもそのシール、その封筒で送られてくるから、これなんだろうなと思ってたんだけどさ、いざ自分で実際やってみたら、そういうことかと。ってことは今、一番安い発送方法っていうのがこの U パケットポストミニっていうのなんかね、それなのかなと思って、じゃあ全部これにするべきだと思って。だから、その、匿名配送以外で安い方法は、普通郵便かなと思ってたわけよね。普通郵便だとさ、宛名書いて、で、切手もないからね、郵便局の窓口出しに行かなきゃいけないしっていうのがあったんでさ、で、その手間賃考えると、まあね、多少ね、高くはなるかもしれないけど、匿名配送の方が喜ばれるんだし、じゃあそっちでいいかなって思ってたけど、他に方法があったっていうのを今日発見したんで、発見したんでな。だから今まで出品してるやつ、ほぼだからその U パケットポストミニっていうさ、封筒の中にさ、入るものばっかりなわけよね。で、フニータだとどうだろう、ギリギリ、突っ込めば入るとは思うんだけど、なんかギリギリ入るか入らないかぐらいな大きさで、多分ね、フニャータだったらあれ入るんじゃないかっていう感じなんだよね。その2つがうちの中では、まあまあ大きい方だからさ、それ考えると他のものはさ、ほぼその封筒に入っちゃうから、なんか今まで随分な、損してたなっていうふうに思ったら、もう全部これに変えるべきだと思って、一生懸命それにさ、今まで出品してたやつね、発送方法を変えて、変えてな、みたいなね、感じで、ほぼ作業の一日でございました。そうでね、売れたから、ね、ポストにまず1個はさ、ね、出さなきゃいけなくて、で1個は従来通りのね、発送方法だったから、コンビニに行かなきゃいけなくて、で、今までさ、そのコンビニの店員さん結構ね、なんかいい人というか、プロフェッショナルというか、なんかね、すごい接客がね、丁寧な人が多かったんで、そういう人に当たることが多かったんで、心地よかったんでね、別に良かったんだけど、たまにね、あんまり気が合わない人がいるんだけど、今日まさしくね、そんな感じだったんで、初めての人ではあったと思うんだけど、なんか普通のな、一般的なコンビニで働いてる若いお兄ちゃんみたいな、そんな感じだったんでさ、そうするとちょっとなんか、ってなるじゃんか。なんかね、そういう思いもしなくていいんだったら、U パケットポストミニってやつ、もうこれのがいいなと思って。
もう今後はそっちだな、みたいなね、感じで。で、そうだからポストがさ、ないわけよ。前はね、うちの目の前じゃなくて2番目に近いスーパーの方の前にポストがあったんで、なんかポストに投函しなきゃいけない作業があるときはそこに行ってたんだけど、そこの建物がね、取り壊しになったわけよね。建て替えっていうの？建て替えになって、で、ポストどうなったかなと思ったら、ポストも見事になくなってたんだよね。いや、ポストなくなっちゃったなと思って。そうするともう、うちから一番近いポストって言ったら結局郵便局に行かなきゃならないのよね。だから郵便局まで行くとすると、そのね、うちからは道路渡っていかなきゃいけない。ちょっとめんどくさいね、スーパーが近くになるんで、じゃあそこ行こうと思ってさ。で、そこだったら前は割とね、オーガニックの調味料とかも置いてありそうな雰囲気だったので、じゃあちょっとね、オーガニックのめんつゆ、ね、置いてあるかしらと思ってさ、行ったんだよね。行ったんだけどさ、もう全然もうね、品揃え変わっちゃったみたいで、そんななんかね、オーガニック系の、体のことを考えてそうな商品は全くなく、そうかと思って。なんか買いたいものが全然なくてね。ただね、豆腐がね、北海道フェアみたいな感じで、なのかわかんないけどね、北海道産の、大豆を使った豆腐がなんかね、コーナーで一つあったんで、それはいいなとは思ったんだよね。あと卵がね、平飼い卵が売られてたんで、どうしようかな、買っちゃおうかなと思ったんだけど、ひとまず野菜が何もないから、野菜買って帰ろうと思って。で、野菜をね、見に行ったらね、キャベツが半額になってたので、半額と思ってね、これは買いでしょと思って、キャベツを買い、で、あとね、フルーツ、果物のところ見たらね、ソルダムが半額になってたわけよ。半額と思って。で、最近確かね、ソルダム私食べたいなと思ってたんだよね。食べたいなと思ってたらさ、半額であるじゃんかと思って、いや、これは買いでしょと思って、今日はスーパーでソルダムとキャベツを半額で、買ってまいりましたっていうね、ご報告で、今日の私の活動の、全活動のご報告でございます。てんたまさん、売れたね。何日目だ？ 11 日目。11日目にして、ようやくな、両方とも、値下げ交渉されてな、値下げしたやつが、売れましたっていう感じな。ね、てんたまさん、ポスト減ってますね。そうなんだ。うちの周りだけじゃないっていう、うちの周り、そもそもポストってどこっていう感じでさ、なかったんだよ。探して回ったんだよね。なんか近くにあんじゃねえかなと思って。なんか見落としてるところにポストあんじゃねえかなと思ってさ、なんかこの辺にありそうな気がすんだけどっていうところさ、うちの周辺をうろうろ歩ったけど、なくて、ないんだ。やっぱないんだ、みたいな感じでね。ありそうだな、あるだろうなって思ってたけど、いざ行ってみたら、なかった、みたいな感じなんでね。結局だからそのおとり壊しになったスーパーの前しかなかったわけよ。で、それなくなっちゃったからさ、それなくなっちゃったから、もう結局郵便局の前のポストに出しに行くしかないんだよね。だから平日でね、窓口やってる時だったら、窓口に出しちゃいいんだろうけど、ね、土日だったらポストがね、あるから投函すればいいんでね、土日でも、ね、出せるから、行っちゃいいんだけどさ、カニタンさん作ってもらったふにゃーたの鍋敷き、オフ会の時に買います。そうだったよね。そうだったよね。ありがとうございます。ね、全部で3個ぐらい作れたのかな。で、1個は、さゆりさんのところに送ったので。
残り2個ある感じかな。役に立てれたらよかったよ。てったむさん、ふにゃたの鍋敷ありましたね。そうそう、そうなのよ。だから、鍋敷にしたってさ、ぺっちゃん子供のだからね、なんだっけ、U パケットポストミニだっけの中に入るからさ。で今まで3センチの壁があったわけよね。3センチの壁があって、で、大概のものは、だから商品自体が3センチなわけよ。で、これを梱包しちゃうとさ、3センチ超えちゃうわけよね。で、なんかね、ヤマトの方のがちょっと緩いのかなっていう感じで、3センチこれ超えてるだろうなっていうのでも、送料が、割増にならないっていうのかな。そのままのね、値段で送ってくれたりとかするんで、だからまあ、ヤマトだったら大丈夫だろうみたいなところがあって、郵便局だとさ、しっかり測って、で、ちょっとでも引っかかると、なんだっけ、規格外、ですのでとかって言われるんだよね。で、それが嫌だったわけよ。それが嫌でさ、郵便局はなぁと思ったんだけどさ、そんなに送料違うんだなっていうのでね、もうこれからは郵便局を味方につけるしかないみたいなね。そういえば、その U パケットポストミニかなんかのさ、封筒だか箱だかをさ、買いに行った時にさ、ちっちゃい冷蔵庫が設置されてて、で、そこにね、なんかジュースが入ってたみたいで、で、おじちゃんがね、なんかこれ買えるのかいみたいな感じで会話してるところに出くわしたわけよね。でもなんだと思って。なんかね、ちっちゃい冷蔵庫の中に、レモン水みたいなやつと、あとちっちゃいフルーツのジュース、桃のジュースが入ってたんだよね。で、桃のジュースか美味しそうだな。暑いからさ、暑いとこからね、入ってきて、ね、冷たいね、ドリンク見るとさ、美味しそうだ。おっちゃんがね、買おうかなって思う気持ちがちょっとわかるみたいなさ、なんだこれと思って。なんかね、ほら、グッズというかさ、お中元だかなんかなのかな。なんかやたら最近いろんなもの売ってんじゃんか、郵便局ってさ。で、最近アパカレーなんかも置いてあって、アパカレーまであるよと思ってさ、アパカレーとかあって、で、あとなんかそういうみかんジュースだったりとかさ、そういう、だからお中元のあれかなと思ってたんだけど、なんか冷やしてあってね、買えますよみたいになってて。で、100いくらぐらいでなんか売ってて、そんなんなってたな。U パケットポストミニに夢中ね、もう一生懸命全部さ、その発送方法変えて、で、最初はまあメルカリだけやったんだけれども、まあ他のやつもね、結局同じことなわけじゃんか。で、メルカリだと30円の差だったけど、ラクマはまあそもそもあれだったっけなんか、落語見たっけな忘れちゃったな。全部見た気がしたけどな。ね落語も見たかなそれで、やっぱりあれか。ヤマトと郵便局と分かれてたかな。で、郵便局の方にしたのかな。で、そう、それ、ラクマだったかな。ペイペイフリマ、ヤフーフリマっていうんだっけ、今な。ヤフーフリマの方のが、いや、どっちだったかな。まあ忘れちゃったけど、50円だから70円だから、20円、30円。あれ ?20 円、30円。あれ ?30 円か。どこでも30円か。なんか、ラクマだと、ヤマトの発送方法だと200円なのかな。で、郵便局の方が170円かな。だから30円の差額は違いないのか。だからまあ、メルカリが一番送料が高いんだよね。で、
ペイペイ、ヤフーフリマは、差額は見なかったけど、まあ結局全部変えて、全部変えたよみたいなね、感じでございました。あと今日はね、お米が普段食べてるお米が、食べ終わったんで、備蓄の米にね、手をつけ始めたわけよね。で、備蓄の米が買ったのが多分さ、まあ2年ぐらい経つと思うんだよね。ただまあ賞味期限が書かれてて、なんかさ、お米って賞味期限って書かれてなかったんじゃなかったっけと思ったんで、日にちが書かれてたんで、まあその、収穫した月かなんかがさ、書かれてんじゃんか、お米って。なんか賞味期限は書かれてなかった気がしたんだけど、今日のね、備蓄から取り出してきた米はね、なんか賞味期限書かれてたんだよね。賞味期限書いてあるよと思って。まあ、それがもうすでに1年以上ね、切れてたんで、まあ、多分2年ぐらい経ってるやつだと思うんだけど、それがね、まあ、どうなってるかなっていうので、ちょっと手を出しまして。で、玄米なんだけど、なんか加工米って書かれてたんで、で、加工米ってなんだろうと思って、なんかちょっと嫌だなと思って、まあそこからね、買い増しすることはなく、それだけにしてたんだけどさ。で、それが、なんだろうと思ったら、裏にね、コラーゲンかなんかね、いろいろと配合されてるらしくって、なんか、なんだそりゃ。なんだそりゃ、みたいなね。で、なんか無洗米らしくて、玄米の無洗米ってどういうことだまあ、あのいいっすけど、いいっすけどね、みたいな感じで楽だなと思って。だから今まで玄米だったらさ、発芽させないと食べられないんでさ、まあ1日以上水につけとかないと本当は食べれないけど、みたいな、そんなやつだったけどさ、なんかね、無洗米なんで水につけとく必要がないみたいなんでさ、普通の白米と一緒に混ぜてね、浸水して、で、炊いて食べれるよってやつだったんで、なのでね、すぐ食べられるから、まあいいやと思ってね、ちょうどお腹空いてるしと思ってさ、それ炊いて、今日はね、食べたよ、みたいな。で、まあね、普段食べてる米ではないから、それと比べることができないんで、まあ、なんとも言えないんだけどさ、なんか加工米だから、そもそもそういう匂いがするものなのか、それともやっぱり古くなったからなのかわかんないけど、まあ、変な匂いがするってわけじゃないけど、米の匂いがするなって思ったわけよ。袋を開けた瞬間ね。あ、米の匂いがすると思って。で、米の匂いって、なんか普段そんな意識したっけなっていうふうに思うと、ね、古米の匂いがしてるのか、それともまあ意識してなかっただけで、今日はなんかね、2年前の米はどうなんだろうって意識して開けたから匂いがね、なんか印象に残ったのかなんだかわかんないんだけどさ、まあ、米の匂いがして、ただ虫は特に湧いてる様子はなさそうだったんで、なんかね、やっぱり真空になってるやつは虫は湧かないのかな。まあ2年ぐらいじゃ湧かないのかな、みたいなね。わかんないけどっていう感じだったんで。で、加工米だからなのか、それとも古くなったからかなのかわかんないんだけど、まあなんかちょっと見た目的に米がね、ひび割れてるような気もするみたいな見た目ではあるんだけど、まあそもそも普段米をまじまじと見てないんで、こんなもんだったと言われてみれば、こんなもんだったかもしれないし、まあわかんないなっていうね、状態だったんだけどね。まあただ炊いて、それが粉々に崩れるみたいな、そういうのもなくてね、もう本当に何にも支障がない感じの、米だったので、まあ、よかったよっていうね、ご報告。ご報告。で、今日は米炊いて、で、味噌汁作ったのか。
昨日ね、お客さんがね、カレープランだったんだよね。カレープランだったんで、人参と玉ねぎと、で、ピーマンをさ、なんだっけ、出かけた時にさ、お風呂屋さんで買ってきたのがあったんで、いや、ピーマン使えばいいかと思ってね。だから、人参と玉ねぎとピーマン使ったんだけど、玉ねぎはね、3個入りだったんだよね。で、さすがに3個全部入れるのはちょっと多いかと思ったんで、1個だけ残しちゃったんで、あ、玉ねぎあった、そういえばうちにと思ってね。じゃあと思って、玉ねぎとわかめの味噌汁作って、で、その玄米ご飯炊いて、で、この前、茨城のアンテナショップで買ってきた、高い納豆。高い納豆な、食べてなかったんで、あ、納豆あんじゃんと思ってさ、あ、もう完璧だな、これ、と思って。今日はお昼にね、ご飯と納豆と味噌汁を食べましたよって感じ。で、夜はその味噌汁の中にご飯投入して、おじやにして食べましたよっていう感じ。で、その高い納豆な、まあ、どの辺が高いのかなっていう感じだったんだけど、まあ、黒豆だから、豆が高級っていうことなのかなっていうので、味的には、まあ、納豆は納豆だな。納豆は納豆だよ、みたいな。まあ、黒豆だから、まあね、香ばしい感じがちょっとあるかな、みたいな。で、あとはまあ高いだけあって、箱がちょっとでかいっていうの。普段食べてる納豆に比べると、入れ物が一回りちょっとでかいみたいな感じで、だからちょっと量があるから食べ応えがあるよ、みたいな。でね、中についてるタレがね、タレっていうのかなが、調味料っていうのが、わさびが入ってたんだよね、からしじゃなくて。お、わさび入ってるぞと思って。わさびと、まあ、納豆のタレがついてたんだけど、で、わさびな、高い納豆だからさ、なんかね、ちゃんとしたやつかなと思って、原材料っていうのを見たら、普通に西洋わさび、植物性油脂って書かれてたから、あ、じゃあいいや。あ、じゃあいいや、と思ってさ。で、まあね、わさびは、その、なんだっけ、冷麦じゃなくてそうめんか。そうめん食べるようにね、賞味期限切れてるやつを開けたんで、それが今あるんでね。まあ、うちにわさびがあるから、それでいいやと思って。じゃあね、わさびついてたから、わさびで食べてみると思って、わさびと、醤油かけてその納豆食べてみたけど、まあ、納豆は納豆だったよ。だから別に普通に納豆はね、納豆でいいやって思いました。はい。えーっと、北海道さん呼びました。呼んでない。天玉さん、納豆は生協の納豆を食べてますね。そうなんだね。カニタンさん、北海道さん、わらわら。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。北海道さん、毎度です。てんたまさん、生協の納豆は北海道産、あ、そうなんだね。てんたまさん、生協のステーキも北海道産、そうなんだよ。だから何でも北海道で作ってるから、ほぼ北海道産なんだよ。国産のものってね、探そうとすると大体北海道産だもんな。まあ別に北海道産でいいんだけどさ、何でも北海道産だよな、大概な。ね、何でも、だって土地広いしさっていう感じよね。土地広いから、そりゃ北海道産になりますよねって感じよね。たぬこさん、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。急にぐちゃ覚醒して、まだちょこっと残ってたな。よかったな。ね。てんたまさん、たぬこさん、お久しぶりです。カニタンさん、たぬこさん、こんばんは。ね、本日もしぶとくやっておりますよ。で、北海道さん、そう。で、今日はさ、米粉ないかな、そういえばと思ってさ、
米粉があれば、米粉のパンケーキが作れるのにと思ってさ、そうだそうだ、米粉なかった。米粉買って帰ろうなんてさ、スーパーで思ったんだけど、米粉すらないの。あれと思ってさ、なんか品揃えいろいろありそうな感じだったけど、今までね、そのスーパー全部は見て回ってなかったわけよ。だいたいある目的のものだけ、だから缶詰を最近さ、探してたじゃんか。ちょっと備蓄モードにスイッチ入ったんでさ、海苔とか、わかめとか、その辺の棚と、あと缶詰の棚ぐらいしか見てなかったんで、あとそこはね、焼き芋売ってるんで、今日はさ、だから最初は、焼き芋買おうかな、なんて最初は思ってたんだけどね。焼き芋買おうかなって思ってたんだけど、結局、そうだ、めんつゆなんて思ったら、めんつゆなくてな。全部なんか、ぶどう加糖液糖が最初に来てるんで、砂糖じゃねえか。全然めんつゆなんかじゃなくて、砂糖じゃねえか、これ、みたいなものしかなかったんだよね。で、ファスト思ってさ、そっか、めんつゆってどうやって作るんだ、めんつゆ作るしかないか、みたいな状況に今ね、陥ってんですよ。前はその目の前のさ、マイバスでさ、オーガニックのめんつゆがあったわけよ。いや、本当にオーガニックなのかどうなのか知らないけど、まあでもオーガニックのね、めんつゆ売ってるんだったらね、目の前で売ってるんだったら、ね、その生協とかさ、そういうところで買わなくても、まあいいかと思ってたわけよ。いいかと思ってたんだけどさ、もうね、やめちゃったみたいなんだよね。もう全然なくて、ダメだと思って、一個もないわって思ってね、もうどこにも、もうね、手に入れることがね、できなくなっちゃって、安心な、めんつゆがね、もう自分で作るしかないな、みたいな状況に陥ってますよ。ねえ、そうだから米粉もさ、なくて。で、あとなんだ、北海道産って言ったかな。大概北海道産だもんな。まあでも、野菜はね、なんだ、熊本とか、そういう、日本の下の方っていうのかな、なんていうのかな。南の方っつうのかな。のが多いかな、最近はな。田中さん、天玉さん、お久しぶりです。こんばんは。はい、じゃあ話のネタがもう絞り出せない。ごめんなさい。話のネタがもう絞り出せないので、タロットカードタイムでも行きましょうかね。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。天玉さん、野菜は、高知産もいいものがありますね。そうそう。だからこの前、高知のさ、なんだっけ、アンテナショップに行った時にさ、まあ、いっぱいあるわけよね。なんかすごいな、高知っていう感じだった。ね。そう、高知産のもね、いっぱいあるよね。北海道さん、今日さ、餅を買ってきた、またか。冷凍庫にね、餅いっぱいあるくせに、また餅買ってきたんだな。たぬこさん、かにたんさん、こんばんは。北海道さん、ストップしますか、またな。もうストップしましたよ。かにたんさん、早っ。北海道さん、にっこり、にっこりじゃねえよ。てんたまさん、高知の日曜市とか、いい野菜いっぱい売ってます。いいな。それはいいな。そりゃ売ってんだろうな。北海道さん、たまには、速攻でストップ。はい。では、速攻でストップされましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。1、2、
3、4、5、6。で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。お、めった刺し。タロットカード久しぶりだね、なんて思ったらな。久しぶりにやると、これよ、もう、めった刺しだよな。もう北海道さんのせいだよ。北海道さんがストップしたせいでさ、もうこんなことになっちゃったじゃんかよ。えーっ天玉さん、高知のソウルフード、芋天売ってます。ああ、いいな、美味しそうだな。もう今さ、お腹空いてるから。お腹空いてるかな。天玉さん、モザイク入れないとめった雑誌だからね、YouTube からバンされちゃうかも。バンされちゃうかもしれないカード出たな。そういえばさ、今日なんか大地震が来る予報、予言だったよな、そういえばな。来なかったね。これから来るのかな、まだ1時間以上あるもんな。これ、ソードの10かな。メタ刺しで、逆位置な。逆位置だから、これ抜けるのかな、抜けないのかな。ソード10の意味は、破滅と状況の終わり。ズタボロすぎて動けない。恋愛のタロットか。まあいいや。ソード10のカードは10本の剣が男性の身に刺さっています。とても恐ろしいカードに見えますが、数字の10は完成や終わりなどの意味があるので、悪い運気が終わろうとしているカードです。よかったね。よかったね。北海道さん、ナイスパ。そうそう、地震、そうそう。ね、今日なんか地震が起きるっていう予言だったけど、今のところまだなさそうな感じだね。でもあれだっけ、北海道でも今地震起きてるんだっけ？北海道ってそんなに地震起きるところだったっけね。今年はなんか特別なのかな。基本的なキーワード、不幸、絶望、挫折、破滅、失敗、破産、心の痛みなど、終わろうとしてる割にはダメじゃないか。正位置じゃなくて、今日逆位置ですね。逆位置。運気が回復していこう。よかった。悟りの境地にたどり着く。苦しみが和らいでくる。悪い状況が終わりに向かう。精神的に強くなる。絶望の後の再チャレンジ。周囲の人に救われる。光明が見え始める。古い環境から抜け出す。逆位置になると体に刺さった剣が取れて、やっぱり取れるのか。明るい状況になることを意味しています。ソードは思考や言葉を表しているので、混乱していた自分の考えがまとまってくるようになるでしょう。恋愛、正位置、逆位置、恋愛、正位置、逆位置。片思い、正位置、逆位置。最強キャラさん、まとめ。ネガティブなカードと思われることが多いですが、カードの背景をよく見ると、遠くの方に夜明けが待ち受けています。このことから、今はどん底でもこれから前向きな方向へと肯定していくことをカードを教えてくれています。苦しい時は逃げずに耐え忍ぶことが大切だというメッセージです。ソード10から学びを得て、心から愛し合える人と幸せになってくださいね。はい、了解しました。はい、というわけで本日のタロットカードの意味調べるの回は、めった刺しのカードだけど逆位置だったので、苦しみが終わるよっていうね。
メッセージだったようですよ。いかがでしょうか？思い当たる節はあるでしょうか？参考にしていただけてたら幸いでございます。北海道さん、YouTube プレミアム、やめましたよ。そうなんだ。じゃあ、広告が入るのな。はい。タヌコさん、ニャイスパ。テンタマさん、北海道さん、ニャイスパ。テンタマさん、阿波踊りに行ってる時に地震が襲ってきたら相当やばい。あ、阿波踊りっていつだ？今週、いつだ？まだなんだね。ね、阿波踊り、そう。だからいろいろさ、中止になったらしいじゃんか。海水浴場とか、あとなんだっけ、花火だかなんだかわかんないけど、なんかイベントごと、夏のイベントごとがさ、いろいろと中止になってるらしいじゃんか。あー、出たよな、またコロナの時の自粛モードな。また始まっちゃったよ、みたいなね、感じになってるよね、今ね。夏なのに海入れないとかさ、もうほんと夏の楽しみな、まあね、お盆過ぎたらクラゲが出るから海入るなって言うけどさ、かろうじてギリギリまだ今お盆前だからさ、ね、ギリギリ海ね、一番楽しめる時期なのにさ、その時に海水浴禁止とかさ、もうさ、あっていう感じよね。えーっと、パニタンさん、今日か。今日は阿波踊りライブ見ました。じゃあ今週末ってことか。昨日、今日、明日じゃなくて、今日、明日とか、そんくらいかな。てんたまさん、本祭は明日から4日間です。ああ、そうなのか。明日からか。てんたまさん、今日は前夜祭でしょうね。あ、じゃあ、阿波踊りってお盆の時にやるイベントだったんだね。北海道さん、なんでお盆過ぎたら海に入ったらダメなんですか？クラゲが出るからだよ。クラゲに刺されたい人は別にお盆過ぎても海に入ったっていいですよ。カニタンさん、前夜祭。なるほど。ね、前夜祭があるんだな。てんたまさん、明日と明後日、徳島でさ、そうなんだ。てんたまさん、クラゲね。だから、あれじゃないの。クラゲ捕まえて、ね、料理して、食べる人は、海に入ったらいいんじゃないでしょうか。な、まあ、足つけるぐらいだったらみたいな感じで、私もお盆過ぎてもさ、まあ入っちゃってるけどさ、まあでも大概夏ではなくて、まあ秋口でまだ大丈夫かな、どうかなみたいな。なんかシーズンじゃないときな、夏の海のシーズンじゃないとき、その海水浴場が、ね、混んでない時期に海行ってもな、だからまあ、それそもそも関係ないのかもしれないけど、春秋ぐらいのな、まだ水大丈夫かな、冷たくないかな、みたいな時に行って、で、まあ、着々してる感じだけどな。その夏、お盆過ぎに子供の時にさ、海に連れてってもらって、で、最初はやっぱりね、泳ぐつもりじゃないんだよ。ただ子供だからね、子供だからそういうわけもいかなくてさ、ね、で、私は喘息だったから、なんか海入っちゃダメだみたいに言われてたんだけど、ほら、子供だからだんだんびっしょびしょになっていっちゃってさ、ね、で、結局全部全身入って泳いじゃってるみたいな感じになってんだけど、その時にね、電気クラゲに刺されたんだよね。で、もう電気クラゲに刺されて大惨事よ。で、大惨事でさ、病院ね、行って、でね、お盆過ぎに海に入るなんてね、親が悪いって先生に怒られて。先生に怒られて。で、私がなんかあるたんびにね、病院に行くとさ、親が悪いって怒られるんで、
まあ、あんたのせいで怒られたっつって、うちでまたさ、親に怒られるわけよ。そんな感じ。えーっと、コリコリした食感が好きです。そうだね。ただ、あのクラゲって海のあの透明の白いクラゲなの？違うの？あれってなんかさ、ほら、陸に上がっちゃうとさ、水分抜けるとさ、ただの粉、白い粉になっちゃうじゃんか。あのコリコリした食感が残ってるクラゲってまた種類が違う食べられる食用クラゲみたいな、そういうやつなのかな。それともあれを普通に調理すれば、あんなコリコリした感じになるの？どうやったらあんな水分だらけのクラゲってね、死ぬのかわからないんだよね。あんな刺されるんですけど。てんたまさん、たぬこさんなら、クラゲ手づかみで捕まえられるかも、確かに。てんたまさん、そのまま醤油につけて美味しくいただきましたね。水まんじゅうじゃなくて、なんか最近なんだっけ、水羊羹じゃなくて、なんかもうほぼ透明のさ、まん丸いさ、食べ物あるじゃんか。なんかあれ全然私美味しそうに見えなくて、食べたことがないんだけどさ、なんかあるじゃん。なんかそんな感じそんな感じで、ね、丸ごと、なんだ、食べちゃうみたいな。そんな感じ。安倍さん、こんばんは。今日も暑かったですね。あ、そうだね。今日暑かったよね。だからそのメルカリで商品売れたけど、ちょっと昼間の時間はさ、今出かけるのは危険すぎる気がすると思って。まあ、できるだけちょっと日が落ちてから夕方ぐらいかなみたいなね。なんかちょっとお日様の加減を見ながら外出してるよな、最近はな。今日もだからそんな感じだったんで、暑かったですよね。カニタンさん、ビリビリ、あ、そう、電気クラゲ。電気クラゲな。もうビリビリっていうかなんかもう痛くて電気が走ったのかどうなのかっていうのはちょっとわかんないけど、とにかくこの痛みが耐えられないっていうね、あの痛みだったな。で、まあね、普通のクラゲでも大人が刺されても大人が泣くっていうぐらい、やっぱりね、クラゲって痛いらしいんだよね。それなのに子供が電気クラゲに刺されてっから、そりゃ泣きますよっていうね。そりゃ当然だよ、みたいなね、感じだったな、あの先生な。てんたまさん、安倍さん、こんばんは。北海道さん、電気ナマズ、あ、電気ナマズなんかね、やばいみたいじゃんか。なんであんなすげえ生き物いるんだろうな。北海道さん、今日の札幌も暑かったです。あ、そうなんだね。35度かな。天玉さん、水まんじゅうではないですか？水まんじゅうって名前だったっけ？ほら、水まんじゅうってもともとさ、あるじゃんか。透明の生地で。で、中にあんこが入ってるさ、水まんじゅうっていう食べ物あったけどさ、なんだっけ、最近流行ってるのはわらび餅か。わらび餅ではないもんね。わらび餅じゃなくて、なんだろう、わかんない。水まんじゅうだったっけ？なんかほら、水まんじゅうってもともとあるから、それではなかったよなっていうふうに思ってたんだけど、水まんじゅうだったっけね。北海道さん、天玉さん、ナイスです。てんたまさん、クラゲに刺されると、やっぱり泣くほど痛いんですね。そうそうそう。大人の男性でも泣くっつったもんな、クラゲに刺されるとな。まあ、それなのに子供が電気クラゲに刺されてっから、そりゃ泣きますよっていう状態だったみたいだね。北海道さん、そうそう、水まんじゅう、あ、水まんじゅうだった？北海道さん、水ようかんもう、なんでもいいです。もうこの際、なんでもいいっす。ちゅうわけで、
本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、そうだ、よかった、忘れてた。調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。じゃあ今やっとこうか。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。で、猫の姿が物足り物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイナ